テレビアニメジョジョの奇妙な冒険。アニメの中で突然キャラクターの色が変わる演出。ドドドドドドドだとか、ゴゴゴゴゴゴゴという擬音をそのまま画面に表示する演出。普通のアニメでは絶対にやらない表現はどのようにして生まれたのでしょうか。その答えはある会議室のホワイトボードにありました。この動画では2012年のテレビシリーズ開始から10年以上にわたって進化し続けてきたジョジョアニメの歴史を制作の裏側から解説します。それでは行きましょう。すべては一人の漫画家から始まります。荒木博彦、本名荒木俊之、1960年宮城県仙台市の生まれです。幼い頃から一人で空想の世界に浸ることが好きで、兄弟とも馴染めなかった少年。その内向きなエネルギーがやがて独自の世界観を生む漫画家としての素養に変わっていきました。漫画家を目指し始めた荒木は集英社の手塚賞に何度も投稿しますが、最終選考止まりが続きます。これは直接意見を聞かなければダメだ。そう考えた荒木は仙台から東京の集英社に原稿を直接持ち込みました。そこで出会ったのが初代担当編集者の樺島亮介です。1980年武装ポーカーで第20回手塚賞準入選を果たしデビュー。その後魔少年 BT、馬王来訪者でカルト的な人気を獲得し、そして1987年週刊少年ジャンプでジョジョの奇妙な冒険の連載がスタートしました。独特の劇画調、迫力の筋肉表現、ゴゴゴゴゴゴゴメメターといった唯一無二の擬音文化、哲学的なセリフ回し、ジョジョは多くの読者を獲得していきます。しかし、アニメ化への道のりは極めて長く、曲折に満ちたものでした。ジョジョのアニメ化が初めて現実味を帯びたのは、第3部スターダストクルセイダースの連載終盤のことです。ついにテレビアニメ化が決定しかけました。ところがこの計画は頓挫します。当時爆発的なヒットを飛ばしていた美少女戦士セーラームーンの続編制作に業界のリソースが集中し、ジョジョのテレビ放送枠が確保できなかったのです。代わりに実現したのが1993年の OVA でした。制作会社 APPP が第3部を OVA 化。これがジョジョ初のアニメ化です。しかしこの制作過程がまさに奇妙でした。もともとはファントムブラッドの劇場版企画だったものが、何度もコンセプトが変更された末に第3部 OVA に落ち着きます。さらに驚くべきことに、後半部分を先に1993年から94年にかけて制作・発売し、前半部分は数年後の2000年から2002年にかけて制作するという世界でも類を見ない逆順の制作が行われました。荒木は当初第1部からアニメ化してほしいと希望していたといいます。しかし結果として OVA 形式になり、ジョジョの全体像を伝えるには至りませんでした。そして2007年、同じ APPP の制作による劇場版ジョジョの奇妙な冒険、ファントムブラッドが公開されます。しかし尺の都合でスピードワゴンをはじめとする主要キャラクターが登場せず、そこに痺れる憧れるといった名シーンも大量にカットされてしまいます。原作ファンからの評価は厳しいものでした。この映画は DVD 化などの二次展開が一切行われないまま、歴史の闇に消えることになります。セーラームーンに枠を潰され、OVA は逆順で作られ、劇場版は DVD にもならなかった。長い間ジョジョはテレビシリーズとして本格的にアニメ化されない作品だったのです。しかしこうした紆余曲折の歴史が結果的にテレビシリーズの大成功へとつながっていきます。ジョジョアニメの歴史を語る上で避けて通れないスタジオがあります。デイビッドプロダクション。2007年9月、かつて日本のアニメ制作を牽引した名門スタジオ、ゴンゾから独立する形で設立されました。
設立には元ゴンゾ代表取締役社長の梶田浩二や、同社出身プロデューサーの笠間俊孝が参加しました。梶田はゴンゾ時代をこう振り返っています。四半期の予算を守るために見切りで制作を開始せざるを得ない状況に苦しんだ。映像としてこだわりきれないことへの反省がある。真摯にものづくりをしよう。笠間も原点回帰という言葉の通り、本当にアパートの一室から再スタートを切りました。クリエイターは畳の上に作画机を置き、制作スタッフは事務机が入らないためにこたつで仕事をしたといいます。しかしこのスタジオにはゴンゾ時代から培われてきた技術的な強みがありました。デジタル撮影技術と手書きアニメーションを組み合わせるノウハウです。この経験が後にジョジョアニメの映像表現にも活かされていくことになります。時は進んで2010年頃、当時ワーナーブラザースジャパンのプロデューサーを務めていた大森博之のもとにテレビアニメ化の話が持ち込まれます。大森はしばらく悩みました。原作は1987年からの作品で、初期の荒木キャラは劇画調でマッチョ。当時のアニメ界のトレンドであった繊細な線や美少女キャラクターとはまるで対極に位置していたからです。しかし大森はこう語っています。絵柄をどうするかという問題はありましたが、作品そのものが持つパワーは決して色あせていない。何より僕自身が大のジョジョファンだった。大森の戦略は極めて長期的なものでした。単発の制作ではなく最低でも第3部まで。3年から4年の歳月を費やす長期ロードマップを最初から描いていたのです。スタジオ選びで大森が最も重視したのは、力強い筋肉の躍動を描けるかどうかでした。そこで着目したのがかつて骨太な作品を手掛けていたゴンゾの流れを組むデイビッドプロダクションです。まだ新興スタジオでしたが、ジャンプ系列作品戦う師匠を力強い線で丁寧にアニメ化していたことが決め手になりました。アニメ化の知らせを受けた笠間が考えた秘策は複数監督体制でした。荒木先生の才能を一人の監督で引き受けるのは正直難しいと思った。監督を複数体制にしてチーム戦で挑むことにした。選ばれたのはコメディに強い演出家の津田直勝とアニメーションに強い演出家の鈴木健一の二人。津田はこう振り返っています。一人で作れと言われていたら断っていたかもしれない。鈴木さんと一緒ということでそれならできるかもと思った。こうしてプロデューサーの大森、笠間、ディレクターの津田、鈴木という中核4人が揃います。くしくも全員が大のジョジョファンでした。大森が制作チームに最初に示した方向性は極めてシンプルなものでした。ジョジョっぽいものではなく、ジョジョそのものを作ること。この言葉を受けた津田監督が掲げたスローガンが、ジョジョを科学するです。全スタッフが原作をボロボロになるまで読み込み、ホワイトボードに思いつく限りジョジョの特徴を書き出しました。メメター、ゴゴゴゴゴゴといった擬音から、独特なポージング、読んだ後すっきり、バトルが難解という印象まで、あらゆる要素を洗い出したのです。そこで行き着いた結論がありました。一般的なアニメーションの作法にのっとって作る限り、ジョジョの平凡な冒険になってしまう。タイトル通り奇妙な冒険でなければならない。この会議で定められたルールはバイブルとして全スタッフに配布され、以降のシリーズを通じて機能し続けることになります。では、このバイブルは具体的にどんなルールを生んだのか、ジョジョアニメを他と決定的に異なるものにした演出手法を見ていきましょう。まず、擬音の画面内表示です。ドドドドドド、ゴゴゴゴゴ、メメター。ジョジョの独特な擬音を一般的なアニメのように音声や効果音だけで表現するのではなく、漫画の文字としてそのまま画面内に表示したのです。初期にはアニメに文字は不要ではないかという声もありましたが、
制作陣はこれがジョジョの空間を規定する不可欠な要素であると確信し突き通しました。次にシーン特色と呼ばれる色彩演出です。荒木博彦のカラー原稿には決まった色が存在しません。同じキャラクターでもその時々で色がガラリと変わるのがジョジョの個性です。制作チームはこれをアニメで再現するため、バトルや心理的な山場でキャラクターの色がシーンごとに変化する手法を採用しました。この色彩設計は通常の作品の何倍もの時間がかかるとスタッフが証言しています。そして演出の方向性についても独自の哲学が確立されました。鈴木シリーズディレクターはこう語っています。歌舞伎でいうところの見栄のイメージ。突然照明を変えたりキャラにピンスポットを当てたりする。一般的なアニメのリアリズムを捨て、舞台芸術的なケレン味を最優先にするという決断でした。さらに津田監督はバトル演出についてこう分析しています。実はジョジョのキャラはほとんど悩まないんです。リングに上がったプロレスラーがなぜ戦うのかを悩まないように、これから自分が何をするのか、結果どうなったかをちゃんとお客さんに提示しながら戦う。その旨味こそがジョジョのバトルなんです。スピード感よりも見せ方。この哲学がジョジョのバトルを読める、わかる、楽しいものにしたのです。2012年7月、連載25周年を迎えた荒木博彦原画展の記者発表会で、テレビアニメ化が電撃発表されます。そして同年10月放送スタート。第1部ファントムブラッドと第2部戦闘潮流を一挙に描くファーストシーズンの始まりです。しかしこのファーストシーズンには重大な条件が課されていました。一定の成果が出ない場合にはセカンドシーズンは制作しない。つまりここで失敗すればジョジョアニメの歴史はわずか2クールで終わっていたのです。大森プロデューサーが最も注力したのは冒頭3話でした。当時ジョジョといえばスタンドバトルというイメージが強く、スタンドの出ない第1部をどう扱うかが最大の課題だったのです。大森が選んだのは原作17話分を冒頭3話で一気に駆け抜けるジェットコースター展開でした。かつて劇場版が原作を省略して失敗した教訓を踏まえつつ、しかしテレビの視聴者が退屈しないスピード感を両立させる。まさに背水の陣の構成でした。ここで一つ制作陣と原作者の間に生まれた印象的なエピソードがあります。大森プロデューサーがオープニングテーマの方向性としてロック曲のサンプルを提案したところ、荒木からイメージが違うという返答がありました。では荒木先生のイメージに近い曲は何かと聞いたところ提示されたのが、イギリスのプログレッシブロックバンドイエスのラウンドアバウトだったのです。8分半もある大曲です。しかし音響監督の岩波はファーストシーズン全26話をかけて楽曲のすべての箇所を劇中音楽として使い切りました。その後エンディングテーマは荒木先生が執筆当時に聴いていた曲というコンセプトで統一されることになり、これがシリーズの伝統となっていきます。ファーストシーズンの成功を受けて2013年10月に第3部の制作が発表されます。全48話分割4クール、ジョジョシリーズ最長の作品です。日本からエジプトまでのロードムービー形式のため、各地の建築、民族衣装、街並みを精緻に描写する必要がありました。アクション監督を新設して作画枚数を増強。加藤俊之がチーフ演出として加わり、安定した制作体制が確立されます。この第3部では後のシリーズに決定的な影響を与える演出が生まれます。第47話ディオの世界。オープニング映像の中でディオがザ・ワールドを発動し、映像が9秒間止まるという演出です。これは事前に計画されたものではありませんでした。オープニング制作を担当した神風動画の水崎淳平社長が、プレゼンの最中に突然こう言い出したのです。ディオなんで9秒間止めればいいんです。
この一言がジョジョアニメの伝統を作りました。以降第4部ではバイツァーダストの逆再生オープニング、第5部ではキングクリムゾン版オープニング、ゴールドエクスペリエンスレクイエム版オープニングと、スタンド能力を映像で体現するオープニング演出が定番化していきます。津田は笑いながらこう語っています。第3部の仕掛けのおかげでもう後戻りができなくなった。キャスティングにも印象的なエピソードがあります。歌教員のりやき役の平川大輔は収録前に鈴木ディレクターからこう指示されました。今からレロレロを練習しておいて。スタッフが原作を数えた結果、レロレロは17回。実際に原作通り17回を収録しています。そして第3部の制作が終わった時、笠間プロデューサーはこう証言しています。スタッフ全員で肩を抱き合いながらワンワン泣いた。2016年、第4部ダイヤモンドは砕けないが始まります。このシーズンでは大きな変化がありました。別作品の監督を引き受けた鈴木に代わって加藤俊之が監督に就任。舞台が世界を股にかけたロードムービーから架空の地方都市森王町という小さな空間へと変わったのです。加藤は森王町の精密な地図を制作し、各キャラクターの自宅から学校までの通学路、さらにはその所要時間まで計算しました。加藤はこう語っています。森王町は第4部のもう一つの主役。誰もが馴染みのある日本の片田舎の風景と、その裏で起こっている凶悪な殺人事件の対比を強調するためにも、街の作り込みに時間をかけた。デザインも大きく変わりました。第1部から第3部までの劇画的でマッチョなキャラクターから、線が少なくなりよりデフォルメの効いたポップなデザインへ。背景はカラフルで明るく、日本の地方都市の親しみやすい空気感を醸し出しています。しかしその明るさが平義景の猟奇性とのコントラストを際立たせる。これが第4部の美術設計の核でした。2018年、第4シーズン黄金の風が始まります。ここでジョジョアニメ史上最大の転換が起こります。木村康弘と高橋秀哉、ジョジョアニメ未経験の新監督2人が就任したのです。津田監督はこう断言しています。第5部における最大の功績は、木村と高橋を監督に、岸田貴弘をキャラデザに引き入れたことだ。2017年7月にはイタリアへのロケハンを敢行。聖地巡礼しやすいようにというコンセプトを最初から設定し、ほとんどの実在ロケ地を突き止めました。その結果、シリーズの中でも最も写実的な背景美術が実現しています。ここでまた一つ、伝説的なエピソードが生まれます。第7話のおよそ40秒に及ぶダンスシーンです。これは木村監督がイタリアロケハン中にテンションが上がりすぎて、ノリで大森プロデューサーに発注してしまったものでした。しかも後から自分で発注したことを忘れ、こんなに長く踊るの？と驚愕したというのです。スタッフはマイケル・ジャクソンのライブ映像やミュージックビデオを1ヶ月にわたって研究し、あのダンスシーンを完成させました。津田監督はこのシーズンをジョジョアニメの現時点での最高到達点と自ら評しています。ジョジョアニメの歴史を語る上で声優たちの熱量にも触れなければなりません。キャスティングには数々のドラマがあり、あたかも作品が持つ運命というテーマを地で行くようなエピソードが存在しています。第3部の丈太郎役を務めた小野大輔は、大学生時代からジョジョに傾倒しており、丈太郎は彼にとって憧れの象徴でした。小野はインタビューなどで丈太郎の魅力として、長く生きれば生きるほど感じる苦悩や悲哀といった人間味をよく語っています。完璧な男としてではなく、一人の青年としての深みを吹き込むことに集中したのです。第6部ストーンオーシャンのジョリーン役を務めたファイルーズ愛のエピソードは、ファンの間ではもはや伝説です。彼女は学生時代にジョジョを読み、
それがきっかけで声優を目指しました。オーディションではジョリーンを守るために声優になったという趣旨の強い思いを語ったとも言われています。アフレコ現場は常に汗だくの状態だったそうです。関係者の証言によればゲスト声優でも全力で叫びすぎて体力を削られるほどの熱気だったといいます。2022年第5シーズンストーンオーシャンが始まります。総監督に鈴木健一、監督に加藤俊之が戻り、歴代の主要スタッフが再結集した形となりました。そしてこのシーズンからネットフリックス世界独占先行配信という形式が採用されます。ジョジョアニメが世界市場へと本格的に展開する転機でした。制作面でも興味深い工夫がありました。原作に登場するディズニー関連のキャラクターが版権の都合上使用できないというハードルに直面したのです。制作陣はここで遊び心を発揮します。ワーナーの自社コンテンツであるバックスバニーなどにセリフを差し替えるという対応を行いました。またアニメ独自の補完としてヘビーウェザーの虹によるカタツムリ化現象に対しスタンド使いであればある程度の耐性があるという設定変更を加え物語の整合性を高める工夫もなされています。規制や原作側の変化に柔軟に対応しつつジョジョのアイデンティティを損なわないこの絶妙なバランス感覚が10年以上にわたるシリーズの一貫性を支えてきたのです。そして2026年シリーズ最大の難関とされる第7部スティールボールランのアニメ化がついに始まります。1890年のアメリカ大陸を舞台に作中設定で賞金総額5000万ドルの乗馬横断レースを描く長大な物語です。2026年3月19日、ファーストステージとして第1話が47分の特別編成で、ネットフリックスにて世界独占先行配信されました。スティールボールランはファンの間でもアニメ化が最難関だと囁かれてきた作品です。その最大の要因は物語の主軸である馬の描写にあります。四足歩行の動物、しかも複雑な足の動きと筋肉の躍動を持つ馬を手書きで数百頭描き続けることは、現代のテレビアニメ制作にとっても相当な負担となるレベルの難題です。本作では馬の動きに精密な 3DCG が用いられ、手書きアニメーションと組み合わせるような手法が取られていると見られます。ティザー PV では土煙を上げながら疾走する馬群のダイナミズムが確認でき、これまでのシリーズ以上に 3DCG と手書きが密接に組み合わされている印象を受けます。監督には第5部で最高到達点を記録した木村康弘と高橋秀哉のコンビが復帰。全24巻に及ぶ長大な原作をステージという分割形式で展開する構成。その第1弾が47分という映画並みの尺であることは、序盤の最も重要な導入部を一本の作品としての完成度を持って世に送り出そうとする制作陣の意志の表れでしょう。アパートの一室で、こたつの上に作画机を置いて始まったスタジオが、アメリカ大陸横断レースを描く世界規模のプロジェクトにたどり着きました。しかしその原動力は変わっていません。2012年、ある会議室のホワイトボードにジョジョの要素を書き殴った時に掲げられたたった一つのスローガン。ジョジョを科学する。原作の魅力を感覚的に模倣するのではなく、なぜ面白いのかという必然性を解体し、アニメの文法で再構築する。その科学は進化し続け、今最大のフロンティアに挑もうとしています。最新の技術と手法を取り入れながらも、制作陣の胸に宿っているのはジョナサン・ジョースターの第一歩を描き始めた時と同じ、熱い黄金の精神です。それではまた近いうちに。